I can speak English! この動画を見ればあなたも海外ドラマだけで半年で英語を話せるようになります。Hey guys! どうも、レイです。はい、皆さんきっと今、お前誰じゃって思ったと思うんですけど、まあ、ただの面白い女ですね。あと、録音した自分の声がマジでキモすぎたので、ピッチを上げてお送りいたします。はい。この面白い女、実はですね、悲しいことに遊ぶ友達がいないので、大学生活がちょっと暇だったんですよ。それでですね、暇な時間は海外ドラマを見てました。そしたら、なんと約半年で英語を話せるようになりました。今回はその経緯をすべて楽しくお話しします。まず、おい、英語が話せる証拠見せろってなると思うので、私の好きな海外ドラマのストレンジャーシングスについて英語で紹介しますね。My favorite TV series is Stranger Things. Why? Because it's so much fun to watch the unique characters grow from season 1 to season 4 and I can grow with them. And my favorite character is... はい、映画オタクが話し始めると止まらないのでここら辺にしましょう。ちなみに私の好きなキャラはロビンです。動画の最後にもう一度英語で話すので、ぜひ最後まで見てくださいね。あと、実は今、チャンネル登録者数0人なんですよ。0ですよ。一人もいないのはさすがに I am very very sad ですよ。今登録したら子さんになりますからね。貴重ですよ、子さんは。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、では本題に入りますね。今からどうやって海外ドラマで英語が話せるようになったのか、実演を交えながら文法、発音にも焦点を当てて面白く話していきます。話を聞くだけではすぐに忘れちゃうので、ぜひコメント欄にこの動画で新しく学んだことなどを書いてアウトプットしてくださいね。まず英語習得のために海外ドラマを見る上で一番大事なことはズバリ Love I です。聞いてください。ちなみに私は大学受験で英語を共通テストでしか使っていないので、海外ドラマを見始めた頃は高校レベルの文法がギリ頭に入っているか入っていないかくらいでした。要するに中学レベルの文法、単語が完璧な人はこの勉強法が使えるということですね。まず私は Netflix でストレンジャーシングスというドラマを見ました。そこで私はなんと恋に落ちました。本当にドラマが面白すぎて、登場人物、ストーリー、すべてが大好きになっちゃったんです。もう I love it になっちゃったんですね。そこで見終わっても飽きなくて、1回目を日本語字幕で見て、ストーリーの内容は大体分かっていたので、2回目からは英語の字幕と英語の音声で見始めました。ちなみに Google Chrome の Language Reactor という拡張機能を使うと、日英同時字幕が出せるので、わからないときは日本語で意味を確認しながら、主に英語字幕で見ました。それでも十分楽しかったんですけど、やっぱり1回目よりは楽しさが減ってるので、もっと楽しめる方法ないかなと思って自分の好きなシーンを試しに自分がキャラクターになったつもりで真似をして英語でセリフを言ってみました。するとセリフが速すぎて全然言えませんでした。そこでドラマの再生速度を落として 0.5 倍速で真似をしてみたら案外できたので、それを何回も繰り返して徐々に再生速度を上げていきました。実際にやってみるとこんな感じです。まず1倍で聞くと I tried to make a cake yesterday. I followed the recipe exactly, but it turned out as flat as a pancake. So, I decided to make pancakes instead. Now I have a cake recipe that makes perfect pancakes. 早すぎますね。0.5 倍速にして真似をしてみます。I tried to make a cake yesterday. I followed the recipe exactly, but it turned out as flat as a pancake. So, I decided to make pancakes instead. Now I have a cake recipe that makes perfect pancakes. 皆さんも一緒にやってみましょう。I tried to make a cake yesterday.
I followed the recipe exactly, but it turns out as flat as a pancake. So I decided to make pancakes instead. Now I have a cake recipe that makes perfect pancakes. だいたい言えるようになったので、次は 0.75 倍速でやってみます。I tried to make a cake yesterday. I followed the recipe exactly, but it turned out as flat as a pancake. So, I decided to make pancakes instead. Now I have a cake recipe that makes perfect pancakes. 皆さんも一緒にやってみましょう。I tried to make a cake yesterday. I followed the recipe exactly, but it turns out as flat as a pancake. So I decided to make pancakes instead. Now I have a cake recipe that makes perfect pancakes. 最後に1倍速ですね。I tried to make a cake yesterday. I followed the recipe exactly, but it turned out as flat as a pancake. So, I decided to make pancakes instead. Now I have a cake recipe that makes perfect pancakes. 皆さんも一緒にやってみましょう。I tried to make a cake yesterday. I followed the recipe exactly, but it turns as flat as a pancake. So I decided to make pancakes instead. Now I have a cake recipe that makes perfect pancakes. 一つのシーンが完璧に真似できるようになるまで繰り返すのですが、1日では無理で、1シーンに1週間はかかりました。自分の好きなシーンをキャラクターになりきって真似をするのは、まるで自分がそのドラマの世界に住んでいるようで、とても楽しかったです。暇な時にドラマを見ながら好きなシーンになると再生速度を落としてセリフを何回も真似していました。毎日少しずつ何回も好きなシーンの真似をしていたので、ドラマを見始めてから約半年が経つと好きなシーンのセリフは大体覚えて言えるようになり、セリフを見た時にこのワットってもしかして高校の時に習った関係なんとかかんとかってやつかなど、高校の時にはあまり文法を分かっていなかったのに、セリフを見て英語の文をいちいち主語、動詞などで分解しなくても英語で理解できるようになりました。例えばこのセリフ I totally forgot what I was going to say では I totally forgot はやっば完全に忘れちゃった。 I was gonna say では言おうとしていたという意味があるのですが、 What がギュッと I was going to say にくっつくことで、私が言おうとしていたことという塊になり、セリフ全体では言おうとしてたことを完全に忘れちゃったという意味になるのですね。また、セリフを真似しているうちに、英語を話す時の口の形も少しずつ変わってきて、発音が少しずつ良くなりました。例えば、Would you というフレーズがよくドラマに出てくるのですが、初めのうちは Would you というカタカナの発音だったのが、ドラマを真似し始めて約2週間経った頃に、自然と日本語のうよりも口をすぼめた形のうに近づき、自然とうじゅと発音できるようになっていました。このように半年間好きなシーンのセリフを真似しながら繰り返し見ていました。その結果、自然とセリフを覚え、英語のフレーズが体に染み込みました。今では単語ごとに日本語から英語に翻訳しながらではなく、英語脳で英語をそのまま話せるようになりました。この方法で一番重要なのは、ズバリ Love I です。とことんそのドラマ、キャラクターを大好きにならないと、たとえ1シーンでも何日もかけて何回も真似をすることで少しずつ上達するので、そこら辺の好きレベルでは飽きてしまいます。やはり好きこそものの上手なれです。では今回の海外ドラマの英語習得法をまとめますね。やり方は海外ドラマ。正直何のドラマでも YouTube でも日本語と英語の字幕があって、あなたが面白いと思えるものなら何でもいいです。1回目は日本語字幕、英語音声で見て、2回目からは英語字幕にして好きなシーンを何回もゆっくりからでいいので真似してください。最低でも2週間は続けないとなかなか効果は出ませんよ。無理なく続けるには Love
です。そのドラマを大好きになってくださいね。Thank you so much for watching this video till the end. I would be truly happy if this video helped you in any way to improve your English speaking skills. Actually, it took a lot of time and effort to make this video more funny and easy to understand. I rewrote the script many times. However, I currently have 0 subscribers on this channel. I'm very sad. If you haven't subscribed to the channel yet, please do. If you think I'm a funny person, please hit the like button and let me know. In this video, there isn't much English spoken to keep it easy to follow, but if you would like more English content, please let me know in the comments. If you have any questions like what my least favorite food is, I have a Q&A section on my Instagram. If I receive a lot of questions, I'll make a Q&A video just like other YouTubers. Thank you so much for watching till the end. In the next video, I'll be sharing a funny story about my trip abroad. See you then. Bye.